こんにちは。うさぱらカフェ YouTube 視点です。早いものでこの子たちが生まれてからもう3ヶ月以上が経ちました。我が家ではうさぎさんの出産をこれまでに何度か経験していますが、最初の時はどうサポートすればいいのか、何をすればいいのか、なかなか分かりませんでした。そこで今回は赤ちゃんうさぎの育て方をこの子たちの成長の様子と合わせてお届けしていきます。役立つ情報がたくさん詰まっていますので、ぜひ最後までご視聴ください。さぱらカフェ。出産の1週間ほど前になると、ママウサギは赤ちゃんたちが暖かく過ごせるように巣作りを始めます。巣作りのサインは牧草をくわえて運んだり、自分の毛をむしっているような様子が見られることです。そういった兆候が出てきたら、ケージの中に巣箱を設置してあげましょう。牧草をたっぷり敷いて、ママがむしった毛でできた毛布で巣は十分暖かくなりますが、寒い時期やママの毛が少ない場合はヒーターを使って適度に保温してあげてください。その際は必ず手袋をつけてください。人間の匂いがついてしまうと育児放棄されてしまう可能性があります。また、赤ちゃんが自分から巣箱の外に出てしまった場合も、この時期はまだ戻してあげてください。出産直後に授乳が見られなくても慌てる必要はありません。多くの場合、授乳が始まるのは出産から1日ほど経ってからです。そこからはママウサギが1日に1回から2回程度の授乳を行うようになります。赤ちゃんが生まれたら毎日決まった時間に体重を測ってあげましょう。この時期の赤ちゃんは一度にたっぷりとミルクを飲みます。体重だけでなくお腹が膨らんでいるかも合わせてチェックすると安心です。体重が順調に増えていれば問題ありませんが、2日続けて増えていなかったり減っていたりする場合はミルクがしっかり飲めていない可能性があります。その場合は人工保育を検討する必要があります。市販のうさぎ用ミルクもあるので、あらかじめ用意しておくと安心です。生後1週間ほど経つと赤ちゃんは自分で動き始め、巣箱の外に出てくることもあります。自力で戻れるようであれば無理に戻さなくても大丈夫です。この頃から巣箱が汚れやすくなってくるので、赤ちゃんが外に出ている間に汚れた部分だけをさっと片付けてあげましょう。生後10日ほどで目が開いて活動量もぐんと増えてきます。狭いスペースにタオルなどを敷いて軽くへやんぽをさせてあげると良い運動になります。まだ固形物を食べるまでには少し時間がありますが、この時期からおもちゃにも興味を持ち始め、楽しそうに遊び始めます。ケージの中でも巣箱から出て過ごすことが増えますが、この時点では巣箱はまだ置いておいてあげましょう。赤ちゃんはまだ体力がないので、遊び疲れるとすぐに寝てしまいます。生後2週間ほど経つとママの真似をして牧草を食べ始めるようになります。しっかりと牧草を食べるようになったら巣箱を撤去しても問題ありません。生後3週間が経ちました。この頃になるともうペレットをかじり始めます。手袋なしで触れても大丈夫になってきますので、可愛い子供たちと
たくさん触れ合えるようになります。硬いペレットが苦手な子にはふやかして離乳食として与えると良いでしょう。味を覚えることで徐々に硬いペレットにもチャレンジしてくれるようになります。食べることを覚えた赤ちゃんたちはたくさん食べるようになります。生後2ヶ月ぐらいまではたくさん食べても問題ありません。そこから生後半年にかけて徐々に食事量を調整していき、生後半年を過ぎた頃には通常のうさぎさんと同じような食事に移行していくと良いでしょう。生後6週から8週くらいまではミルクも並行して飲み続けます。ママと一緒に食べる姿はとても微笑ましいですね。この頃になると赤ちゃんたちの個性もしっかり出てきます。それぞれ好きなおもちゃや居場所、性格の違いが見えてきます。へやんぽの時間もみんな思い思いに動き回りますが、まだまだママにくっついている時間も多くあります。離乳の時期が近づいてくるので、少しずつ子供たちだけで過ごす時間も作ってあげましょう。ママとずっと一緒だといつまでもミルクを飲もうとし続けてしまうんですよね。この時期からはトイレトレーニングも少しずつ進めていきます。みんなちゃんと覚えてくれるかな？赤ちゃんうさぎが生まれてから子供たちが自立する直前までの育て方、いかがでしたでしょうか？しっかりしたママと元気な赤ちゃんたちなら飼い主さんのサポートが少なくてもしっかり育ってくれます。でも飼い主さんが正しい知識を持ち、良いサポートができれば少し弱い子でもちゃんと育ってくれますし、より健康で人との関係も築きやすい子に成長してくれます。せっかく生まれてきた命ですから、元気に育っていいパートナーになってくれたら嬉しいですよね。我が家のサニー、ラッキー、ハッピーもとても人懐っこくて、飼い主と仲良くできる子たちに育ってくれました。まだまだ成長の途中ですので、これからの姿もとても楽しみにしています。この子たちの成長をぜひこれからも見守ってください。チャンネル登録と高評価で応援もよろしくお願いいたします。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。